皆さんこんにちは。今週も1週間お疲れ様でした。Eu sou uma japonesa que veio morar no Brasil. Aqui no canal eu compartilho pouquinho do meu dia a dia todo sábado. Fico muito feliz se você puder assistir com calma, aproveitando momento tranquilo do seu fim de semana. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. ブラジルライフ。さて皆さんは今週1週間はどうだったでしょうか。私は今週はちょっと嬉しかった出来事が2つあって、1つ目はスーパーでずっと探していたウスターソースを見つけたことです。ウスターソースって日本の調味料でブラジルにはないものだと勝手に思い込んでたんですが、ふと夫に聞いてみたらモリョイングリーズっていう名前で売ってるよと教えてくれて、1年越しに再会しました。私の中ではこれはまさにゲームでずっと探していた最強アイテムを手に入れたような感覚でした。これで日本のカレーが再現できると張り切って作ったのもつかの間、カレー粉と思って買ったものがサフランのパウダーで気づかずに入れてしまって、全く違う味の変なものができてしまって大ショックでした。なんか匂いがおかしいなって思いつつ、最後まで気づかなかった自分に失望です。間違って違う食材を買ってしまうのは海外あるあるなんですが、実はこれが地味にストレスになってます。次回必ずリベンジしたいと思います。2つ目の嬉しかったことは、映画をとってもお得に見られたことです。私はジュラシックパークの大ファンなんですが、今回新作の公開日に合わせて行ってきました。しかも私のスマホ会社の割引が使えて、通常でも安いブラジルの映画館のチケットがさらに半額になって、なんと1人400円ほどで見ることができました。やっぱり期待を裏切らない迫力で 3D でめちゃくちゃ楽しめました。日本では1ヶ月遅れての公開みたいで、ブラジルで映画を先取りできた感じでちょっと優越感でした。映画はもちろん最高だったのですが、その後たまたま通りかかったスタバで衝撃の出会いがありました。期間限定のメニュー今何やってるのかなって思ってふと見てみたら、なんとグリーンティーアイスラテでした。実は私は日本に帰ったら真っ先に口にしたいものの一つがスタバの抹茶フラペチーノだったんですけど、ブラジルのスタバで抹茶に出会えるとは夢にも思ってませんでした。でも今までにもブラジルで抹茶のアイスクリームや抹茶ラテを試したことがあったんですが、やっぱり日本のものとは程遠くて、今回のスタバにも全然期待してなかったんですけど、せっかくだしビデオのネタにもなりそうだし試してみるかと思って一口飲んでみたらびっくり仰天でした。まさに本物の抹茶でした。なんなら日本のものよりも濃厚な感じで、私は抹茶で有名な京都出身ですが、京都の観光地で売っても何の違和感もないぐらいのクオリティでした。面白かったのが中に入ってたつぶつぶで、タピオカかなと思いきやイクラのような弾ける食感のラズベリー味で、苦い抹茶の後にこの粒が弾けて一気に甘酸っぱさが広がるっていう、日本では思いつかなさそうな新感覚の飲み物に仕上がっていました。日本人の発想ならこの中に小豆を入れると思うんですが、ブラジルではびっくりされそうですね。これはかなり好き嫌いが分かれそうな飲み物で、日本人の私はこのドリンクぜひレギュラー化してほしいなって思うぐらい気に入ったんですが、ブラジルではあんまり受け入れられないだろうなと思いました。よかったら皆さんスタバでぜひ試してもらって感想をお聞かせください。ブラジルライフ。さて今回のビデオでは週末のクリチバの街の様子をお届けします。前回の動画の中で出会った日本人の視聴者さんから教えていただいた毎週土曜日に開かれる市場に行ってきた様子、そしてその後立ち寄ったクリチバのダウンタウンの様子もご紹介します。賑やかな雰囲気やブラジルらしい空気を少しでも感じていただけたら嬉しいです。また動画の最後では最近いただいた嬉しかったコメントを紹介しているので、よかったら最後までご覧ください。ブラジルライフ。というわけで今日は土曜日。いつもは家でゆっくり過ごす土曜の朝ですが、この日は早起きしてとある朝市へ向かいました。
毎週土曜日の朝ににぎわうこの市場は地元の人たちに親しまれている場所で、新鮮な野菜や果物、お肉やお魚、そして手作りのスイーツやチーズまで、まるでブラジルの美味しいが詰まったような場所です。今まであまり意識したことがなかったんですが、いろんな地域で決まった曜日に開かれるこのような市場はフェーラと呼ばれ、ブラジルの文化の一つで、調べてみると私の家の近所でも実は毎週開催されていたみたいで、いろんなフェーラを巡ってみたいなと思っています。今回訪れたこの市場は大きさも程よくて、300メートルぐらいの道にトラックやテントがぎっしりと並んでいて、少し立ち寄るのにちょうどいいです。現地の人たちとの会話もこの市場の楽しみの一つ。歩いているだけで元気がもらえるような温かい空気に包まれた場所です。スーパーの買い物とは一味違うワクワク感がありますね。市場の中ではアジア系の方も多く見かけ、お店の人も日本語を喋れる方もおられました。みんな好きだよ。それが違う。日本のボラ、ブラジルのボラが違う。ボラ、日本人は卵が好きね。ボラの卵が。よく好き。ボラ食べたことないね。これはボラの卵。ね、今した全部卵取ってもう外に出すからね。ボラの卵他のところ高いから。この日本語ペラペラのお魚屋さんにボラをめっちゃ勧められたんですけど、実は私はブラジルに来てから小さい魚をずっと探してて、でもどこに行ってもなかなか大きい魚しか見つからなくて少し困ってました。ここのお魚屋さん曰く、ブラジルの人は日本人のように魚の骨を自分で取って食べる習慣がないから、大きめの魚でもともと骨が取ってあるものを好むそうです。小アジみたいに骨まで食べれるような魚があればいいのですが、なかなか見つけるのは難しそうです。でもそんな中、こんな嬉しいものもゲットしました。実はこの方、日系の方で手作りのお豆腐を売っていました。ブラジルに来てからお豆腐が高級品になってしまって、なかなかスーパーとかで買えなかったので、これがブラジル初のお豆腐でした。私は正直お豆腐がめちゃくちゃ好きってわけではないのですが、1年以上も食べてないと無性に食べたくなってしまいました。朝からお豆腐の入ったお味噌汁を飲む時間にとても幸せを感じました。でも1キロ近くあって2人では食べきれなさそうだったので、残りはケーキにしてなんちゃってチーズケーキを作りました。これからもお豆腐が欲しくなったらここに買いに来ようと思います。はい、オブリガー、はい、ありがとうございます。す。この市場はお買い物だけではなく、その場で食べれる軽食も充実していて、ちょっと小腹が空いた時に立ち寄るのにもちょうどいいです。私たちも朝ごはんを食べてなくてお腹ペコペコだったので、パステルを食べました。なんか毎週末にお祭りがあるみたいで、この雰囲気すごくいいですね。ブラジルライフ。さて、そんな市場を後にして次に向かったのはクリチバの中心街ダウンタウンです。正直なところ、ダウンタウンは他のところに比べてあんまり治安が良くないので、普段はあんまり行かないのですが、この日は冬限定の市場が開催されているということでちょっと覗いてみました。ブラジルに来て1年ちょっとですが、最近はなんとなく歩いている人の様子とか空気感とかで、安全なところかちょっと危ないところか肌感で少しだけわかるようになってきました。普段は物乞いの人たちって大人だけなんですが、ダウンタウンに来ると子供に声をかけられることもちらほらあります。これもまず日本ではない光景ですよね。日本でも貧富の差ってあると思いますが、ブラジルではそれがとても顕著に現れているなと感じます。さて、ここは冬の期間限定で開催されている市場です。手作りの雑貨や屋台がたくさんあり、規模は小さいですがすごい人でした。特にこの時期はケンタオというブラジルで冬の時期によく飲まれるスパイスの入ったホットワインみたいな飲み物があるんですけど、それを片手に歩いている人が多かったです。結構独特な香りがします。私は気になってはいるものの、まだ飲んだことはないんですが、近々試してみようと思ってます。さて、お昼ご飯は今回のお目当ての一つだった格安レストランに行きたいと思います。
実はある YouTuber の人が紹介したことをきっかけにブレイクしたそうで、この日もたくさんの人でにぎわっていました。料理はビュッフェ形式で、ブラジルでよく見る料理が並んでいますが、こういうレストランは私にとって普段家で作る料理のアイデアをもらえる格好の機会です。この日はドライフルーツ入りのライスっていう新しいアイデアをいただきました。でもやっぱり昔と違って食べ放題とかに来ても一皿分しか食べれなくて、あんまり元を取れてる気がしません。デザートは定番のマクドナルドのソフトクリームです。私がブラジルで気に入っていることというか、いいビジネスだなって思っていることの一つで、ブラジルではマクドナルドのソフトクリームとかデザートを単独で小さなポップアップのような店舗で販売していることが多いです。これはすごくいいアイデアだなと思っていて、マクドナルドでソフトクリームだけ注文したいなって思っても、私はなんかわざわざ店舗に入ってソフトクリーム1個だけ注文するのはちょっと気まずくて、でもこうやってデザートだけ売ってる店舗だったら気軽に買えるし、やっぱり人気があるみたいでいつも人が並んでいます。日本のマクドナルドでもこうやってデザートだけ単体で販売したらもっと売れるかもしれませんね。街を歩いていると家族4人で路上ライブをしている人たちがいて、まだ小さい子供がドラムを叩いていました。よく聞いてみるとクリスチャンのワーシップソングですごい人だかりができていました。さすがブラジルだなって思った瞬間です。ブラジルライフ。さて、もう一つのお目当ての場所にやってきました。このアーケードは24時間通りと呼ばれるアーケードで、名前の通り昔は24時間営業していたそうですが、現在では夜の12時で閉まるそうです。なんか騒がしいなと思って見てみたら、サッカーの試合が行われてたみたいで、みんなテレビに釘付けになっていました。私は特別サッカーに興味があるわけではないんですが、ブラジルに来たからには一度ぐらいはスタジアムに行ってサッカーを観戦したいなと思っています。こちらは視聴者さんに教えてもらったクリチバの美味しいコーヒー屋さんです。今日は下見に来ただけですが、とても雰囲気が良さそうだったので、今度ゆっくりコーヒーを飲みに行きたいと思います。お土産にも良さそうなコーヒーがたくさん売っていました。なんとお店の前にはコーヒーの木がありました。ブラジルでは普通に道を歩いててもたまにコーヒーの木を見かけることがあって、今ブラジルにいるんだなって実感する瞬間でもあります。ブラジルライフ。というわけで今日はクリチバの街中の週末の様子をお届けしました。皆さんは今週どんな週末を過ごされているでしょうか。それでは最後に最近いただいたコメントをいくつか紹介させていただきます。一つ目は10ヶ月のお子さんを持つ親御さんからのコメントで、私のチャンネルをお子さんにご飯を食べさせるときにいつも見てくださっているみたいで、お子さんも一緒に私の動画に見入ってくれているみたいで助かっていますというコメントでした。私のこのチャンネルは結構20代前半の方から70歳以上の方まで幅広くご覧いただいているんですけど、まさか0歳児の視聴者さんがいたことにはびっくりしました。またもや自分では予期していなかった形で役に立ててたみたいで、とっても嬉しかったです。もう一つは日本人のボーイフレンドがいる高校生からのメッセージでした。将来彼とこんな生活が送れたらいいなという思いで見てくださっていたみたいで、とっても可愛くて私の方がにやけてしまいました。若い世代の人にも少しずつ動画が届いているようでとても嬉しいです。いつも皆さんご視聴とコメントを本当にありがとうございます。こ
これからも配信続けていきますので、引き続き応援いただけたら嬉しいです。Que a próxima semana seja ótima. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.